皆さんこんばんは。ムーパルチャンネルより生放送でお送りいたします国家非常事態対策委員会、司会の立花健三です。この番組は今起こっている世界情勢、そして日本を取り巻く環境、政治経済外交などあらゆる問題を通しまして、日頃我々が知り得ない情報を皆さんにお届けし、そしてまたそのことを皆様と共に共有できればという思いでお送りいたしております。それでは早速いつものお二人のコメンテーターをご紹介させていただきます。お二人とも世界平和委員会の代表でいらっしゃいます。まずはじめに、空手道本庁武道総本庁の総裁でいらっしゃいます長道院大隠し、そして国際ジャーナリストおよび革命家、はい、革命家ノンフィクション作家でいらっしゃいます、はい、ベンジャミン・フルフォードさん、このいつものお二人でお送りさせていただきます。さあここで、今日のテーマなんですけども、ここ 2,3 日9.11 の10年経ったということでいろんなことが報道されてるんですけども、復習みたいなもんでちょっともう一回改めてベンジャミンさんに9.11 はなぜ、誰が、何のためで、結果は望み通りいったのかどうか、そのことによって世界がどのように変わってきたのか、それとか日本がどのように運命が変わってきたのかとかですね、もし10年前に戻ってこのことを阻止できるとしたらばどういう手段があったのかなど、なんかちょっといろんなことも聞いてみたいなと思っているんですが、いかがでしょう。まずですね、911っていうのは第二次世界大戦で世界ファシスト政府を作ろうとしたファシスト、グループがいましたね。ヒトラーなどムソリーニなど東条を含めてですね、そのグループがですね、第二次世界大戦以降は再び世界独裁ファシスト政府を作ることを企んでいたんですよ。で、911が彼らの、やらせなんですよ。で、その目的というのは、恐怖心を使ってアメリカで戒厳令、戦争体制を作るためだったんですよ。要するに911の次の日にですね、電話帳みんなつい愛国法という法案が出たんですけれども、これはナチスドイツの憲法とそっくり、アメリカがファシスト国家になりました。で、これを止めるためにですね、もしタイムマシンがあればですね、フロリダ州行ってフロリダの、選挙のその票を数える機械を修理すれば、アルゴアが、大統領になったんですよ。で、そうすると阻止できた。アルゴアはアルゴアでまた違うインチキグループなんですけれども、その温暖化グループはね、もうちょっと可愛いもんだったわけですよ。でも結局その選挙泥棒から始まって、アメリカがファシスト政府になったんですよ。で、この人たちがやろうとしていることは基本的にものすごい大失敗に終わったんですよ。狙いは、911を起こしてパールハーバーみたいな危機感をアメリカ国民に植え付けて、それを理由に軍事化をすると。で、それをやった。軍が10倍、5倍ぐらい拡大したわけです。その911の後。まず、私の方に内部告発者が出たんです。日本の警察にも出たんですけれども、ロシアの潜水艦クールスクから盗まれた原発が、地球丸という船によって震源地の海底にの穴の中に入れられたんですよ。その証言した人たち大勢います。それから、3.11 の前にインサイダー取引みたいなものありました。日本ハウスとかそういうところの株上がってたんですよ。それから3月9日に大沢一郎が、アメリカの国務副長官のカート・キャンベルとの会話でこれから民主党を分裂させなければあなたに福島県の、ジオライト利権を差し上げますと。ジオライトというのは放射物質のために掃除するものなんですよ。他に、その
地震の図あるんですね。こういうやつ、はい、それを見ると急に始まったわけ、爆弾みたいに、自然のやつ要震があるんですよ。そういうものから見ると専門家言えばこれ爆発以外にそういう地震ありえないと言うんです。でそこで先ほど3.11 になったんで、この原発事故に関してフランスでまたなんか原発事故があったような感じなんですが、その辺の放射能のことについて総裁いかがですか。フランスで爆発が起こって3名か4名は死んだわけだよ。これは日本の福島原発では死者ゼロです。原発で死んだ人はおらない。放射能でいわゆる被爆したというのもゼロなんでまだ。そういえばね、私の友達がアメリカから来て非常にナーバス、日本に来るの大丈夫かって言って自分で放射能測定器を持ってきたんですよ。あちらこちら探しても見つからないんだってで私の家に来て、で僕も自分の家の周り全部チェックしたけどゼロだった、ですからこの放射能っていうのは日本人を怖がらせる心理戦だと思ってください。精神的な放射能の方が体に悪い。放射能恐怖症が放射能より危険です。でも事実にそれは若干の放射能は福島にあるだろうけども、なぜこれがいわゆるそのレベル7とチェルノブイリと一緒だと。このチェルノブイリで4000名が即死してる。20万人が被爆して入院してる。なぜこの死者ゼロ、被爆者ゼロの福島原発事故がチェルノブイリのレベル7と、同じレベルに日本はなってるのか。これはみんな国民が疑問に思わなきゃいけない。なぜその政治もこれになぜレベル7が問題だということを言わない。まだ放射能があると言ってる。しかしこれは非常に過剰に報道しすぎてるし、また各関係マスコミも過剰に報道しすぎる。先ほどの日本を沈没させて、日本をとにかく沈めてしまおうというこれを防ぐためには、一番手っ取り早くて、あるいは意外とできそうなことっていうのは何かだから税金泥棒売国道、ね、これはいわゆる町人政治だから金になっちゃう、金酒女だ、ね、これで永田町は成り立ってきたわけだ、こんな次元の低いことをやめて日本でも武家政治に全て武家に、武士に政治を戻せと私は言ってるんだ。武士は質実剛健だから、金では売らないんだ国を、ね、武士は金で売らないんだ。これ江戸時代からそういうことでアメリカのペルーとも対等の条約をしたのは、ペルーが金を出しても受け取らない、これが武士が行かずに紀ノ国屋だとか越後屋が行ったらいただいてるわけよ金を。だからみんな植民地になったはずよ、町人が行ったら、今は町人ば政治やってるからみんな金で売っちゃうんだよ国を。また税金をみんなポケット入れちゃうんじゃない、これがむっちゃくちゃになってるわけだから、町人はもう政治に立つなっていうこと。